おい、高村、聞いているのか？部長の怒号が会議室に響き渡る。唾が飛びそうな距離で、赤ら顔の中年男がわめき散らしている。僕は心の中でため息をつき、奥歯のスイッチを舌先でカチリと鳴らした。スキップ、モード、起動。脳内で電子音が鳴ると同時に、視界がブラックアウトする。ということで、次は気をつけるように。次の瞬間、部長はすでに背を向けて去っていくところだった。時計を見る。あれから45分が経過している。僕の体は、直立不動のまま、申し訳ありません。居動きをつけます。と適切な相槌を打ち、反省したふりを完璧に演じ切ったのだ。僕の意識は一瞬たりとも苦痛を感じていない。ただ、一瞬瞬きをした間に、説教タイムが終わっただけだ。便利だよな、やっぱり。僕はネクタイを緩め、自席に戻った。これが、数年前に実用化された脳内インプラントアプリ、スキップ、だ。仕組みは単純だ。意識を一時的にシャットダウンし、その間の身体制御 AI によるオート、パイロット、自動操縦に委ねる。オート、パイロットは、過去の自分の行動ログを完璧にトレースする。普段の僕ならこう答える、こう頷く、という予測に基づいて行動するため、周囲には僕が意識を失っていることなど絶対にバレない。結果は変わらない。ただ、その間の体感時間だけが消滅する。退屈な会議、満員電車の通勤、歯医者の治療、そして上司の説教。人生における無駄な時間、苦痛な時間を僕たちは自由に削除、カットできるようになった。この技術は瞬く間に普及し、世界中の人々が人生の美味しいところだけをつまみ食いするようになったのだ。またスキップしたのか？高村。昼休み、社員食堂で定食を食べていると、同期の湯川が呆れたように言った。湯川はこの会社では珍しい、ノンスキッパー、非使用者の一人だ。当たり前だろ。あんな理不尽な説教、聞いてるだけでストレスで寿命が縮むよ。お前こそ、よくあんなの真面目に聞いてられるな。俺は、あれも仕事のうちだと思ってるからな。湯川は味噌汁をすすりながら、静かに言った。理不尽な怒りを受け止めるストレス、どう反論しようか考える葛藤、胃がキリキリする感覚。そういうのが、俺という人間を鍛える糧になるんだよ。出た。意識高い系の理屈だ。世の中には、湯川のようにスキップを堅くなに拒む者たちがいた。彼らは自らを賢者、サピエンスと呼び、苦痛こそが成長の源泉だと説いた。だが、僕には負け惜しみにしか聞こえない。現に、僕の身体、オート、パイロットは完璧に業務をこなし、ストレスフリーな脳は常にクリアだ。肌ツヤもいいし、白髪もない。一方、湯川の顔には年相応のシワが刻まれ、目には疲労の色が見える。勝て、ねえ。俺には単なる損にしか思えないけどな。人生は短いんだ。嫌な時間はショートカットして、楽しい時間だけを味わうのが合理的だろ？僕が言うと、湯川は哀れむような目で僕を見た。高村、お前は時間をショートカットしているつもりかもしれないが、本当は、人生そのものを切り売りしていることに気づいていないのか？僕は沈黙した。湯川はそれ以上何も言わなかった。それから10年が経った。僕は順調に出世していた。いや、僕の身体が順調に出世していた。重要なプレゼン、接待ゴルフ、クレーム対応、資格試験の勉強。プレッシャーのかかる場面や、退屈な作業はすべてスキップした。気づけば、僕は課長になり、部長になり、美しい妻をめとり、子供が生まれていた。ある日、社長賞の授賞式があった。壇上に上がった僕は、万来の拍手を浴びていた。素晴らしいプロジェクトだった。君の粘り強い交渉と、徹夜も辞さない熱意には感動したよ。社長が僕の手を握り、トロフィーを渡す。僕は笑顔で、ありがとうございます。すべてはチームのおかげです。と答えた。しかし、僕の心の中は空っぽだった。なぜなら、そのプロジェクトの期間中、僕はほとんどスキップしていたからだ。徹夜の辛さも、交渉が難航した時の焦りも、解決策をひらめいた時の高揚感も、僕の記憶にはない。あるのは、プロジェクトが始まった日、と終わって成功した今日、という3つの点だけ。間にあるはずの太い線が、僕の中では透明な空白になっている。パパ、すごいね。家に帰ると、5歳になる娘が抱きついてきた。ああ、ありがとう。娘を抱き上げる。重い。
いつの間にこんなに大きくなったんだろう。夜泣きの対応、おむつ替え、イヤイヤ期の感触。それらが面倒で、僕は育児の多くもスキップしてしまった。気づけば娘は言葉を喋り、僕に懐いている。オートパイロットの僕は、良き父親として振る舞っていたらしい。娘の記憶の中の僕はいつも優しく微笑んでいたのだろう。だが、僕の記憶の中には、娘と心を通わせたという実感が希薄だった。まるで、よくできたホームドラマを倍速再生で見ているような感覚。幸せだ。間違いなく幸せなはずだ。なのに、なぜこんなに味がしないんだろう。社会の構造は、劇的に変化していた。かつて少数派だった賢者たちが、今や政治、経済、文化の全てを牛耳っていたのだ。同期だった湯川は、今や業界を代表する CEO になっていた。テレビのインタビューで、彼は深く、重みのある声で語っていた。効率化とは、無駄を省くことではありません。泥臭いプロセスの中にこそ、イノベーションの種があるのです。その言葉には、圧倒的な説得力があった。彼の目には、数えきれないほどの苦難を乗り越えてきた者だけが宿す、強烈な光があった。一方、僕たちスキッパーは、社会の歯車として機能することしか求められなくなっていた。僕たちはストレスに弱かった。少しでも嫌なことがあるとすぐにスキップしてしまうため、精神的な耐久力が極端に低下していたのだ。想定外のトラブルが起きた時、オートパイロットは対処できない。そこで意識が戻されるのだが、温室育ちの僕たちはパニックになり、使い物にならない。結果として、重要な意思決定やリーダーシップは、物理的な時間を全て受け止め、傷つきながら成長してきた賢者たちに独占されるようになった。彼らの人生は、物理的にも長く、密度的にも濃かった。苦しみも悲しみも、全てを咀嚼し、血肉に変えてきた彼らの1時間は、僕たちの100時間に相当する重みを持っていた。僕は、鏡に映る自分を見た。肉体年齢は40代。だが、主観年齢はまだ20代のままだ。顔には苦労のシワ一つなく、つるりとしている。その顔は、まるで安物のプラスチック人形のように、薄っぺらく見えた。そして、最後の時が訪れた。病室のベッドの上。僕は70歳になっていた。癌だった。闘病の苦しみも、死への恐怖も味わいたくなくて、僕は入院してからの半年間をすべてスキップ、設定にしていた。あなた、妻が僕の手を握っている。彼女もまた、スキッパーだった。彼女の目にも、深い悲しみはない。ただ、プログラムされたように涙を流している。意識が戻ったのは、医者が今夜が山だ、と告げたからだ。オートパイロット機能が、最後の別れのために解除されたのだ。あっという間だったな。かすれた声が出た。本当に、あっという間だった。僕の感覚では、大学を卒業してから、まだ数週間しか経っていないような気がする。嫌な上司の説教も、面倒な仕事も、妻との喧嘩も、親の介護も、自分の病気の痛みも、すべてスキップしてきた。僕の人生には、一度も土砂降りがなかった。常に晴れか、曇りだった。辛いことは何もなかった。誰かに罵倒されて傷つくことも、失敗して恥をかくことも、愛する人を失って慟哭することもなかった。ねえ、ゆかは。見舞いに来ていた旧友に、僕は声をかけた。彼は白髪の老人になっていたが、その立ち姿は巨木のように堂々としていた。俺の人生、成功だったのかな。湯川は悲しげに微笑み、僕の手を握り返した。その手はゴツゴツしていて、熱かった。高村、お前は賢かったよ。無駄な時間を捨てて、効率的に生きた。そうか。そうだな。嘘だ。湯川の手の熱さが、僕に真実を突きつけてくる。こいつの手は、人生の摩擦熱を帯びている。僕の手は、冷たくてツルツルしている。何も掴んでこなかった手だ。極度のプレッシャーの中でしか出ないアドレナリン。叱責された後の、胃が裏返るような屈辱と、そこから這い上がろうとする反骨心。失恋した夜の、心臓が引き裂かれるような痛み。それらすべてが、魂を彫刻するための、のみ、だったのだ。のみを当てられることを拒み続けた僕は、ただの丸い石ころのまま、元の土に帰ろうとしている。味がないんだ。僕は天井を見上げてつぶやいた。高級な料理を、サランラップの上から舐めてるみたいだった。俺の人生は、
ただのあらすじ、ダイジェスト、だった。意識が遠のいていく。死ぬことへの恐怖さえ、今の僕には希薄だ。だって、生きていた実感がないのだから、失うものなんて何もない。最後の最後、死の瞬間くらいは、強烈な痛みや恐怖を感じたいと願った。それが、僕が生きていた唯一の証になるはずだから。しかし、長年の習慣とは恐ろしいものだ。心拍モニターのアラームが鳴り響き、苦しみが襲ってきたその瞬間。僕の舌先は、無意識のうちに奥歯のスイッチを探していた。カチリ。スキップモード、起動。僕の人生は、プツンという電子音とともに、唐突に、そして永遠に終了した。